朝ごはん。美味しい？本田。何回出てくる？何回出てくんだ。おはよう。おはよう。スープ出てたよ。このかぶって美味しい。めっちゃ美味しい。はい。ほんとさっぱり。ビールとジャスミン。握力ないから。お風呂上がりました。眠っ。もう最近もうほんと夜眠くて遅くまで起きれなくなりましたね。はい、化粧落として今からスキンケアして寝たいと思います。お風呂上がりに一番最初にするのがラネージュのクリームスキン。はい、これをね、この先端だけスプレータイプにしてるのでミスト状のね化粧水が出るので、こちらを顔にたくさんかけていきます。これもすごい大好きで何本もリピートしてます。でそして最近はその後にこちらのハトムギ化粧水でコットンパックしていきます。なんかだいぶ良くなってきたんですけど、なんか花粉飛んでた時期あたりぐらいがもう本当に肌荒れひどくて、でも肌荒れひどい時はね、いつもこのハトムギでコットンパックするとね、だいぶ収まるというか肌荒れがねマシになるので、毎朝毎晩最近はまたこのハトムギのコットンパックしてますね。やっぱ調子いい。でこれでちょっとね起きます。まあ5分ぐらい。あ、そういえばこのねストライプのパジャマどこのですかってね結構聞かれるので今お答えしとこう。これテクラですね。テクラで買いました。はい、可愛いですよね。あ、そう
このなんていうんですか、アトリエと彼と住んでるお家の2拠点でスキンケアとかってねどうしてるんですかみたいな、毎回こう持ってったりしてるんですかみたいなのを昔何かでコメントいただいたことがあって、基本的にはねメイク道具は常に持ち歩いてるんですけど、スキンケアはね毎回持ち歩いたりしないので、最近はね2人で住んでる方の家では彼の使ってるスキンケアをね結構拝借して使わせてもらうことが多くって、彼もねなんか筋トレ始めてから肌のケアもね気になりだしたりしてるっぽくて、インスタのおすすめとかに出てきたスキンケア用品みたいなのを試してみたりしてて、で私もそれをね釣られて一緒に試してるんですけど、最近ねあっちのお家で彼が使ってるやつで使ってみてよかったのは、なんかリポピールっていう美容液ですね。写真ここに載せとくんですけど、リポピールの美容液をあっちの家で使い始めてから肌のごわつきがね軽減されてる感じがねするんですよね。私のこの敏感肌にも刺激が少なくていい感じだったので、こっちのお家にはねちょっと買ってみようかなって思ってますね。あとはキュレルの泡の洗顔、彼の拝借して使ってんだけど、それもねめちゃめちゃいいそんな感じですね、最近のスキンケア事情といえば。はい、コットンパックを入れて、でこっちの家は、使ってる美容液はこちら、コスメデコルテのリポソームアドバンストリペアセラムですね。コスメデコルテのねこの美容液はめっちゃいい、有名ですよね。で最後、クリームしてねもう寝ようと思うんですけど、こちらこの前ねダムダムのみゆきさんとお茶した時にみゆきさんからね個人的にプレゼントでもらったんですけど、かわいいダムダムのなんか新しいクリームとのことでちょっと試してみようかなと思います。ダムダムのねこの保湿クリーム大好き、新しいやつみたいですね。ウォータークリーム、なんかイチョウの葉とか、あとは桜とか酒粕、緑茶だったかな、なんかそういうのがね配合されてるらしいんだけど、もともとあるダムダムのもちもちルミナスクリームはこっくりとしたテクスチャー、リッチな使用感なんだけど、こっちはウォータリー系だから使い心地軽くていいですよということで、いい、伸びがいい、こういうウォータリー系のスッと馴染みのいいクリームが好きで、ベタつくのが嫌なんですよ、とにかく。これすごいいいかも、少量でめちゃめちゃ伸びる。緑茶が入ってるらしいから、緑茶って結構鎮静系のね効果あるじゃないですか。私赤身肌だからね、鎮静系のね成分がちょっとでも入ってるととってもありがたいんですね。いい感じ、今年の夏ね使っていこうかなと思います。はい、そんな感じでスキンケア完了です。もう寝よう。寝よう。
おはようございます。今日は5月7日、ゴールデンウィークも終わり、今日から平日ですね。私みたいな仕事をしてる人にはあまりゴールデンウィークとか、そういう祝日は関係ないんですけど、なんせ私はこのゴールデンウィーク中5月4日が誕生日だったので、いろんな方にねお祝いしてもらえて、とってもスペシャルな休日を過ごしました。ありがとうございます。本当に当日はたくさんの方からインスタの DM でメッセージいただきまして、本当にねこんなにお祝いされることってないので、とっても嬉しいです。ありがとうございます。34歳になりました。そんな感じで34歳もいい1年にして、仕事もそしてプライベートもどっちも楽しんでいきたいなと思います。というわけで今日から私も仕事始め、昨日の夜からねこのアトリエにいて、今日は5時半に起きました。とはいえ今日はそんなに仕事的にはやらなきゃいけないようなことはないので、とりあえず撮影するかみたいな感じで、今に至ってるんですが、やっぱりこうやって朝早く起きるっていう癖づけをつけておかないと、朝起きるっていうのがね本当に苦手なので、訓練みたいな感じで今日は起きてみました。そんな感じで今日は午前中ちょっとだけ仕事して、あとは部屋の片付けを若干して、そして2時からピラティスの体験に行きたいと思います。前回ラジオでパーソナルのジムに行こうかなみたいな話をねしてたと思うんですけど、本当にね偶然知り合いの紹介でパーソナルでピラティスをやってる方に知り合うことができて、その体験に行こうかなと思います。もう私本当にほとんど運動してないし、体もものすごい硬くって、プラスデスク作業というか編集してるから、もうどうしてもこう首を前に出しちゃう、ストレートネックになっちゃうし、姿勢の改善だったりとか、あとは腰痛改善とか、そういうものを目的として、ちょっと通ってみようかなと思います。だから今年34歳は彼に影響されて、私もボディメイクとかを頑張っていこうかなと思います。なんかやっぱり年を重ねるにつれ、自分の体とか心をより大切にするようになってきて、こういう風にピラティス通いたいなと思えるようになったし、なんかちょっと大人になって自己投資みたいなものを気になったらねどんどんトライしてみようかなと思って、でそれで自分の生活がより豊かになったりとか、自分の心と体が健康であれば最高だと思うので、仕事もねバリバリ頑張りつつ、仕事を頑張るために、体のケアも頑張っていこうかなと思います。それではちょっと、仕事して準備したら外出たいと思います。そうですそうです。じゃあ下に前屈しましょうか。痛い。よし、伸びてる感じ、めちゃくちゃいいです。で、これ持てます？よいしょ。こういう感じ。はい。よっしゃ。あと1回いきましょうか。骨で押していく感覚。よし。はい、吸いながらゆっくり起こしていきましょう。伸びてで、背中を丸めながらぐーっといける範囲で伸ばしていきましょう。よし。
おはようございます。今ちょっと朝のねやらなきゃいけない仕事を終えて、ちょっと気分転換にカフェでも行こうかなと思って準備してます。はい、今日のコーディネートは、こちら去年から着てるんだけど、リダンというブランドのスヌーピーティーです。ちょっとヴィンテージっぽい感じ。それに下はヤヌークの黒デニム、そこに今日はティファニーの大ぶりのこちらハートのネックレスつけてます。ラフな格好で、こちら私のブランドでもうほとんどね完成形に近いバッグ出来上がってきましたので、こちらのスウェードバッグ、これに荷物を入れてちょっとカフェっていきたいなと思います。本体キャメルに取っ手がくすみパープル、この組み合わせがねめちゃくちゃ可愛くて作ったバッグです。これねすごい中も可愛くて、中も紫なんですね。ちゃんと内ポケットもあります。こういうねちょっとお出かけぐらいのちょうどいいスウェードバッグがね欲しいなと思って、作ったんですよ。まずはポーチ、前回紹介したマリメッコのポーチの中に最近よく使ってるハナバイヒンスのリップ、私前回ローソンで買えますって言ってたと思うんですけど、ファミマらしいですね。はい、こちらウォーターグラスティンと03モーブのカラーのと、鏡櫛、あと最近ポーチにいつも入れてる大好きな欲しいモバー、こんな感じで最近いつも持ってます。お財布、あとこちらじゃじゃーん、ニューカメラ、今年の誕生日に彼に買ってもらったリコーの GR3 です。まあちょっとミーハーなんでこれで写真撮りたいということで、こちらをね持ち歩こうと思います。あとは、動画用のいつも使ってるソニーの ZV-E10、 あとこちらタオル、さくらももこ店で買ったこじこじのタオルです。かわいい。そんな感じで私がねよくお出かけ用に持っていくカメラ2台とポーチ、財布、タオル、それをね入れてもまだ何か入りそうなぐらいの余裕がある、そんなバッグです。はい、このスウェードバッグは夏のフィンランド1ヶ月行く時にたくさん使いたいと思って、そういう時にどういうバッグだったら使いやすいかなっていうので作ったものなんですよ。ちょっとしたお買い物とかカフェに行きやすいぐらいの大きさで、ハンドバッグとしても持てるし、取り外し可能の長めのショルダーもついてるので、こういう風に肩掛けできたりとか、あとはこういう感じでたすき掛けできたりとかして、そんなねカジュアルすぎないバッグが欲しいなと思ってずっとね制作してきました。なので、ちょっとこのバッグの使い心地っていうのを確かめながらカフェに行ってきたいと思います。では行ってきます。よいしょ。おー、よいしょ。始まりました。最近トヨラジオ第34回、今週もどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。
このラジオは私がこのお家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。ゴールデンウィーク明けたね。楽しかったゴールデンウィーク。ゴールデンウィークというか誕生日でしょ。そうそう、楽しかった誕生日当日は彼にカニしゃぶのお店に連れてってもらって、めっちゃ美味しかったよね。最初から最後まで本当にカニ尽くしすぎてさちょっとカニすぎてびっくりしたね。びっくりした。なんかもうありがとうございました。連れてってくれてありがとうございました。はい、ありがとうございました。今年も本当にたくさんの方にお祝いしていただいて、友達もそうなんだけど、当日はね本当にインスタグラムの DM にたくさん誕生日のメッセージいただきまして、ありがとうございます。本当に34歳も頑張っていきたいと思います。もう私たちはこんな近況を話す間もなく、ここにもう例の餃子がねいっぱい並んでまして、もう近況トークをねする気もなく、長くなるよこれは。もう早く餃子が食べたいということで、もう何回もね告知しておいた餃子グランプリを今週は開催していきたいと思います。イエーイ。これは前々回ぐらいに私の主人が餃子が大好きで、赤坂みんみんの餃子が美味しいので、ぜひ食べてみてくださいっていうところから、ぜひ餃子グランプリもお待ちしていますっていう、そのねリクエストから始まったこちら餃子グランプリ。今回彼がねたくさんいただいたおすすめ餃子の中から選抜した餃子を紹介していきたいと思います。はい。どういう基準で選ばれましたでしょうか。基本的にはコメントのかぶりが多かったものを優先的に、あとはまあ全国津々浦々、あなたのお気に入りのものから食べたことないものまで選ばせていただきました。はい、楽しみ。では早速始めていきましょう。12345 7個だね。はい、7個食べていきたいと思います。じゃあまずはあなた最初何からいきますか。今回ですね、はい、資料を作成してまいりましたのですごいラジオみたい本当の私にもありがとうございます。すごい。今回7店舗、はい、で、一応紹介順はこれ前から言っていいかなと思うので、1枚目から。はい。ではまずは餃子の丸川、静岡県磐田市冷凍生餃子60個入り2700円ですね。なんとこの餃子の丸川さんは、お持ち帰り冷凍餃子専門店だそうです。そうなんだ。はい、店舗ないってこと？店舗も一応あるみたいなんだけど、基本はオンラインストアメインでやってらっしゃるそうです。じゃあもうお取り寄せに持ってこい餃子屋さんなんだね。はい。こだわり抜いた原料と長年にわたり試行錯誤を重ねた秘伝のレシピ、でこちらの創業者の方はサラリーマンだったそうで、料理好きの妻が作る餃子が近所で評判になったことをきっかけに、なんとお店を作られて大人気ということらしいです。でも家庭の味が美味しすぎて、販売に至ったっていうこと。はい。へえ。独自配合のもっちり皮と地場産中心の国産キャベツ、国産豚肉を使った餃子だそうで、オリジナル配合の自家製だれ付きでこれか販売されています。なんとオンラインストアで火曜金曜午前9時50分から販売、売り切れ次第終了ということで。ではこちら丸川の餃子を焼いていきましょう。一応焼き方がね書いてあるんで、それに沿って焼いていこう。やっていきましょう。視聴者さんからのおすすめコメントは、消費量1位の浜松市民なので餃子たくさん食べてます。お隣磐田市の餃子の丸川が一押しです。ニンニク強めだけどガツンとしすぎず、野菜の甘みも感じられて癖になる味ですって。浜松市民にめちゃめちゃ愛されてるんだこの餃子ね。浜松市の人は浜松餃子よりもこの磐田市の餃子を食べてる可能性もあるね。浜松市のお隣のっつって、やっぱりたっぷり入ったキャベツの甘みとガツンとくるニンニクがたまらないって書いてある。もう店舗だと開店前から行列ができ、すぐに売り切れてしまうほどの人気店ですということで。いろいろなお店の餃子を食べましたが、丸川の餃子を越すものに出会ったことはありません。すごい。やっぱ奥さんすごすぎじゃない？ね。
なんかそのストーリーがすごいなと思ってさ、確かに家庭の味をここまでさ、万人に広くさ、受けさすね。そうしかもすでにいろんな美味しい餃子がある中でよ、すごいね。でそもそもさやっぱ浜松とか磐田市とかはさ、餃子が盛んだった地域だったはずや、そこでさ近所で話題になるってさすごいすごい人だね。では丸川の餃子オープン。おー、でちょっとだけ油をかけるそうです。ちょっとお腹鳴ってきたお腹すいた。結構パンパンだね。そうパンパンなの。このほらもうキワキワまで具入ってんのね、美味しそう。こちらが丸川の餃子です。この特製のタレに香辛料をつけて食べるみたいですね。さあでは実食いただきまいす。ただきます。結構持った感じずっしりはそうずっしりで、身があんがもみちみちにう入ってます。みちみち。うまっ。めっちゃ好き私これ。あこれうまっ。何これ。何うまっ。何これうまっ。なんかさ、なんか若干食べたことない味しない？餃子でこの感じのさ、タレもさ、何これ。何これ。何これ。うまっ。確かにニンニクすごい効いてるんだけど、あん自体はの味は結構優しめ。ニンニク効いてるんだけど全体の味は優しめ、まろやかな感じでコクありで、このタレがなんかさっぱり、ちょっと唐辛子の辛みが入るから、なんかもう全体の甘さコク辛みさっぱりがもうちょうどいいマッチングして真ん中を全部ついてくるみたいな感じ。こうなんかキャベツが大きさといい、そうなんか食感がそうシャキッとして甘いの。そうあんとキャベツが本当に一緒にジュワッジュワって噛める感じ。ちょっと美味しすぎる。ちょっと言葉を失うぐらいうまいこれ。ちょっとこれマジでうまい。書いてある。夫も結婚してからこの餃子の存在を知りましたが、今までの餃子は餃子ではないと話しておりますこれ確かにこれ何これ。なんかね食べたことないなんか餃子なんだ。本当に確かに今までの餃子は何だったんだみたいな。ちょっと待って、これやばい。波乱の幕開けかもしれんどうしよう。うますぎこれ。なんか口の中の調和がやばい。食感もすごいいいんだよ。誰も反発してないし、味も全部まとまってんの。やばくない？もう絶妙なの。めっちゃうまい。めちゃめちゃうまい。この国産豚肉の、その赤身と脂の部分の比率もちゃんと考えて作ってるそうで、この皮のもちもちと焼き目の、わかる、カリカリのね。そうカリカリもさ分厚すぎないのよ。でもちもちももちもちすぎないの、この薄さもちょうどいいんだろうね。であとこのタレよどうしようどうしようレベルやなこれ。うますぎこれ。うますぎ。もっと食べたい。なんかしかもくどくない。いっぱい食べれるこれ。ね。ちょっと衝撃。なんか今まで餃子食べてそんな衝撃になったことあんまないけど。これ、俺米いらんわ。もう永遠にこれだけ食っときたいいやマジで美味しい。ちょっとどうする？順番ミスったかなうますぎ。うますぎた。びっくり。びっくりした。ちょっと褒めすぎかな。いやでもちょっとびっくりした。ちょっと私も。そりゃ浜松市民も食べますこれもは。ちょっとまだまだあと6件ありますから。そうだった。これはやばい。素晴らしい。ちょっと一旦冷静になって、いいですね。お茶とか飲んで、開幕からものすごい度級のものを食べてしまったので驚きはちょっと隠せないですけれども。次こちらです。餃子の満州ですね。埼玉県家庭用餃子4パック48個2380円ですね。これは毎日放送サタデープラスでひたすら試してランキング冷凍餃子で1位。創業以来48年間中華料理屋を経営していると。なんかこの餃子の満州さんは、結構その駅地下に出店することをテーマに営業されてて、あ、そうなんだ。美味しい餃子でみんなを健康で幸せに、安くて美味しい食事を安心して食べられるお店、あとなんかすごく農家さんとのつながりを大事にされているってことで、だからここに
野菜も小麦粉も国内産 100% って書いてあるね。そうもう安いうまい元気。あ、もうなんか昔の人の義理人情のそうもう美味しいものを食べなさいっていう社長の、しかもその社長池野谷社長は、私は焼き餃子にタレはつけません。そう結構ねホームページ見てると面白いんだよね。釈迦もあるっていう。そうそう釈迦もあるよいいよね。でこちら視聴者さんからのコメントは、とっても主観ですが満州はどこの店舗に行っても店員さんが根っから優しそうな人がいるという印象なのも推しポイントです油を少し多めに焼くとカリッカリになりますって書いてあります。お肉はニンニクのパンチが効いてるので食べた後は朝まで口の中がプンプンですってことです。皮が分厚い。皮分厚い。さっきと全然違う。全然違います。でもこれはいいね。もう家庭を支える味だね、毎日の食卓に美味しい餃子をっていう感じがする。初めて食べた時は翌日まで美味しさの感動を引きずるほどでしたと言ってる方もいらっしゃいます。いやちょっと餃子グランプリ楽しすぎ。タレもこちら付属の餃子のタレがあります。純正ごま油塩だそうです。でも社長はタレをつけずに食べると。と1個目の1個目の丸か、やっぱ1個目っていう衝撃もやっぱ加味されてるよね。俺なんてさ、そうだよ。脂質久しぶりすぎてさちょっと飛びそうになったもん。危なかったマジで。やっぱそういうのもあるよ。私もお腹空いてたからちょっとより旨味を感じちゃってる可能性があるから、冷静になって判断していこう。でも埼玉に餃子のイメージはなかったな。そうね、埼玉に餃子のイメージはなかった。では餃子の満州焼き上がったようです。はい、オープン。美味しそう。こっちはなんかさっきよりも皮が分厚いからか、もっちもちしてる感じがする。はい、こちら餃子の満州の餃子です。これを食べなければ埼玉県民は名乗れません。そんなにそんな埼玉県民のソウルフードなんですね。なんかコメントに特別特徴があるわけではないけど日常的に食べたい、そんな餃子っぽいね。ではいただきたいと思います。まず社長の方針からいく。いやまずタレつけようかそうですけどもうこれという餃子ですもん。美味しい。美味しいね。めっちゃうまい。こっちの方が皮がもちもちで、食べ応えがあるんかな。お肉ジューシー。美味しい。確かにこれ駅横で食べたいわこれ。うまい。いやこれだよ、これ餃子はこれだよって味だよね。じゃあちょっと社長に習って。はい、じゃあ何もつけずに食べてみましょう。つけない方が美味しい。キャベツがめちゃうまい。ジューシーすぎて油が溢れ出してくる。これは美味しい。素材の旨味。あとこの中の黒胡椒かな。効いてる。目で見えるぐらい入ってるね、黒胡椒。なるほどね。これはもうニンニクもガツンと効いて、働くぞみたいな感じやね。しっかり肉汁も感じられて、皮も食べ応えが抜群。美味しいねこれね。美味しい。後味も美味しい。結構もちもち系の人が好きな人はかなりいいと思いますね。あんの味も濃い。だから本当にそのまま食べた方が美味しかったかも私は。美味しい。ちょっとお腹がどんどん減っていく。どんどん減っていく。食べれば食べるほど早く焼いてくれ。じゃあちょっと次準備します。次行きましょう。次大阪です。では続きましてこちら大阪北新地の天天です。我々にも馴染みのある一口餃子ですね。大好き大好き。食べやすくていいよね。おお、ちっちゃ。かわいい。美味しそう。確かになんか、無限に食えるとか言ってたもんな。嘘。もう本当にちっちゃい。これどうやって焼くのこれ。焼き方書いてないの。こうか。もうなんかあれ見て八つ橋みたいじゃない。ね。皮多めだね。こちら天天は大阪の美味しい店が集まる北新地で生まれた食通の愛する一口餃子。創業から一貫して美味を追求してきた天天。私たちは食を楽しむ方々に納得いただける美味しさをご提供するため試行錯誤を繰り返した結果、
徹底すべきことを4つに集約することができました。それは素材、香り、鮮度、調理法です。私たちテンテの歴史は大切な人へ送りたくなる餃子、自信を持って送れる餃子を追求し続けてきた歴史です。2025年には創業48周年を迎えることができましたということです。私たちが本当に作りたいものは餃子ではありません。私たちが作りたいもの、それはてんてん餃子を送った人のもとに帰ってくる美味しかったよありがとうという言葉です。すごい。このてんてんっていうね、由来も、一口の餃子という小さな点から点までも続く末広がりのご縁が広がるようにと。すごい。創業者がてんてんの餃子はニラが決め手と言ってるそうで、ニラはすべて高知県の契約農家からのみ仕入れているそうです。視聴者さんからいただいたコメントの中では、平日の疲れた体にスタミナチャージ、週末の晩酌には最高のお供です。いいやろうね晩酌、確かに一口サイズでパパって焼けるから忙しい日々の救世主でもあります。私は卵焼き用のフライパンでさっと焼いて楽しんでいます。確かに、ね、手頃だよね。これお弁当にも入れやすそうだしね。確かにね。これは父親が出張のたびにお土産で買ってきてくれて、家族みんなで取り合いになるぐらい食べてた餃子だそうです。ここの餃子が好きすぎて学生時代ここでバイトしてましたってカリッカリに焼いてポン酢と味噌とラー油を合わせたタレにつけて食べるのが大好きでしたって。水餃子にしても美味しい。いいかな。一人で焼けたかも。本当に早っ、ちっちゃいからすぐ焼ける。面白い。なんかもうイチョウの葉っぱみたい。ほう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 。私こういう一口餃子は初めて。こんなちっちゃいから一人で余裕で20個から30個食べれますって書いてますね。いやいけるやろうね。てんてんのタレとラー油のこちらのキットで食べます。じゃーん。もパリッともちっとした皮の食感の虜になってると。なるほど、楽しみ。また食感が違うんだろうね、今までのやつは。ちょっとはい、いただいてみましょう。なんか不思議だよ、薄すぎて。どうですか。パリッパリ。カリカリ、すごい美味しい。ニラが効いてる。ニラすごい。待って、味濃い。ニラすごい美味しい。なるほどね。いや、これ酒のつまみだよ、これは。酒飲まないんだけどわかる。皮が香ばしい。そう皮すごいよね。なんて言ったらいいかな。これやっぱさ、ちょっと、なんていうの、ドレープしてる、なんていうのクレープみたいな。そうそう、なんかそのね、塊でしょ。そうミルフィーユ感が、そうちょっとクロワッサンの、みたいな。食べる時にそこのさ空洞を通してシャクシャクってなる感じね。これは新大阪駅にもお土産で売ってたりするんだって。美味しい。こんなちっちゃいのに味も濃いしカリカリだし。確かにこれはでも、1個を1個とカウントしちゃダメやね。多分ね、3つぐらい食べてようやく1個の餃子ぐらいのカウント。わかる。でも分かる。お酒飲んでる時やっぱちびちびいきたい。1個バリッといって飲む。バリ。これはもう夜ハイボールとかビール飲むんだよみたいなお父さんにこれ出したらもう、もう一生やってんじゃない、エンドレスでこれ。そうね。週末の晩酌には最高のお供です。いやこれ最高だと思う。めっちゃ美味しい。なんかこれ揚げてもいいし、お鍋に入れて水餃子にしても美味しい。確かにこれちょっとワンタンみたいな感じでね。カリカリ感がちょっと他のとは比にならないぐらいすごいね。確かにこれは冷めてもめっちゃうまいと思う。ニンニクも感じるし、胡椒の感じも感じるし、ラー油もこれ辛い、この付属のやつ。そう、これパリッパリの音がすごいよね。ポテチ食べてんのかぐらいパリパリもね。美味しいですね。餃子とはいえ本当に多種多様なんだ。ね。大阪てんてんさんでした。素晴らしい。まだ全然食べれます。はい。じゃあ次の準備準備がめんどくさいんで続いてはこちら、宇都宮みんみんです。はい、これは食べたことありますね、私たち。そうね、半年ぐらい前、に一緒に宇都宮に行った時にそうそう、餃子食べ行こうっていうためだけに行ったよね。
でなんだっけあそこ餃子いろんな餃子屋さんが入ってるあれはなんて言ったらいいんだろうね。何だったかな、まあなんかそういう餃子ミュージアムみたいなところがあって、そこで6種類ぐらい多分食べたんだよね。いろんなお店のね。そうそう、でその中であなたが一番美味しかったって言ってたのが、そうこの宇都宮みんみんで、こちらのまあこれが一個基準になるようなとこそうだろですね。ね、私が好きな餃子です。わあ、でもぶっちゃけ覚えてないでしょ。そうもう覚えてないでもあの時にいろんなの食べて宇都宮のこの宇都宮みんみんが一番好きだったね、なんか一個一個全部なんか味とか食感が違うから全然食べれるんだけど、ね、宇都宮みんみんがまた違うわ、この包み方凛としてるね。ね、凛としてる面白いね、ひだとか作んないんだねこれ。ほんとね。ね、はい、では宇都宮みんみん焼いてる間にご説明していきたいと思います。正直これあんまりあ、これそっか、私が好きだったもんね、栃木県宇都宮みんみん生餃子冷凍12個540円です、こちらは宇都宮市で昭和33年に開店した餃子専門店。白菜をふんだんに使用した野菜たっぷりの餃子はあっさりとしていて誰にでも好まれる味です。ニンニクは旨味だけを残す工夫をしてありますので匂いはほとんどありません。焼きたてでなくても美味しい餃子と自負しておりますということです。でこれはもう私の好き餃子なので、視聴者さんからのコメントは私のおすすめ餃子はまさしです。宇都宮ではみんみん派とまさし派に分かれるんですよということで。そう実際に、まあ、みんみん宇都宮みんみん好きって言ってコメントでは、結構まさし派の方が多かった多かったの。なんかすごい軽かったイメージあるよね。そうなの、書いてあるもんね、このやっぱりあっさりと食べれますみたいな、でもなんか宇都宮行った時のさ、餃子ミュージアムさ、待ち時間えぐかったよね。2時間とか待ってなかった。なんかディズニーランドかなって思った、ね、なんだろうあれ、地下みたいなとこ入っていったらそこにこういっぱい餃子のお店が並んでて、好きなやつ全部食べれるんだよね、そこの餃子のお店の。なんかフードコートみたいな。そうだからいろんなやつ試せて面白かったよね。あれさ、平日に行ったよね、あの時ね。いやだと思うよ。なのにあんな混んでたのに、土日とかどうなっちゃうのあれ。でも今回グランプリをやって本当に餃子はもう全国に美味しいもんがあるんだなと思って。私はやっぱ関東の人だからさ、餃子といえば宇都宮が一番有名なんだと思ったけど、ね。でもやっぱ餃子はなんか家でなんか包んで食べるものっていうイメージがやっぱ一番強かった。あ、本当に、だからこういうお取り寄せ餃子ってまあ確かにね、あんま経験がなかったよな。私もお取り寄せ餃子したことないか。いや、そのスーパーで冷凍のやつを買うことあるけど、わざわざなんかその人気の店舗のところのお取り寄せをしたことはない、ないよね、でもやっぱ美味しいんだね。やっぱね違うね。その家庭のさ餃子もうまいんだけどさ、なんかのコメントに、後ほど紹介するやつかもしれんけど、なんかこの餃子に出会ってから母が餃子を包むのをやめましたみたいなコメントがあってこんな美味しくて安くて、自分でやるよりね。そういや意外とやっぱさ安いんだよ、冷凍餃子って。そうあん作って包んでさ、までを考えたら買った方が美味しいってなるもんね。オープン。おー、結構大きいね。こちら私の好きな宇都宮みんみんの餃子です。美味しそう。久しぶり。ちょっともう忘れちゃったわ、どんな味か。これあ、好き。やっぱあっさり。あれちょっと焼きが足りなかったか、上の方が硬いかも。本当はちょっと焼きミスも若干あります。焼きミスが若干あるんですけど美味しいね。すっごい白菜かこれは、白菜の食感がすごい強い、確かにね他の餃子と比べて圧倒的に野菜比率が多い、だから多分あっさりなんだろうね、美味しい。確かにこれはもう野菜餃子だ。確かにキャベツのシャキシャキ感、すごいわ。これ結構好きなんだよね、私こういうパクパク食べれる系の餃子、美味しい。やっぱり好き。やっぱり好き。でもちょっとこの前半の足したような餃子を食べて、突然みんみんもランキングに上がってきたから揺らぎ出してる。あ、キャベツの甘み最後にスッときて美味しいわ。結
構いくらでも食えちゃう系かも。うん結構1個でさ大満足餃子とうんパクパク食べれる系に分かれると思うんだけど、これはなんかニンニクの感じも少ないじゃん。うん味も優しめなんだけど、やっぱそのキャベツの甘みとかうん食感で甘さをね伝えてくるところが美味しい。うん白菜ね。あ、そう白菜だ、ずっとキャベツ言ってた。白菜メインなんだけど旨味がすごい。そう肉汁も感じるのちゃんと、うん素晴らしい。はいじゃあ次行こう、どんどん行こう。はい。はい次は本命の冷凍赤坂みんみん餃子ですね。まあこの餃子グランプリ開催のはい原点になったはいとコメントしてくれた方のはいおすすめ餃子ですね。はい、これは店舗まで買いに行ったやつだっけ？そうなんかお取り寄せがなんか今 2,3 ヶ月待ちらしくて、オンラインでね、うん、発送のやつ。ただこの店舗の目の前に自動販売機があって、あね。そこだったらまあ24時間買えますよってことでこういう感じですね。でもね、うんこれはお店で食べる餃子とはちょっと違うらしい。冷凍だとちょっと薄皮で多分焼きやすくしてくれてる。あ、なるほどね。だからじゃあそれを加味してちょっと食べよううちら。うんおブラックペッパーがついてる。タレはついてないけど、タレついてた？タレついてないよね。タレブラックペッパーだけ。まあだからそのコメントくれた方は、んまあもしかしたらそのお店の餃子のことを言ってるか言っもしれてる可能性があるけど、ない。手包み感満載のフォルム。お、ちょっとあんとか飛び出しちゃってみたいな。こうあんみっちり。ずっしり系だね。では焼いてる間にこちら赤坂みんみんの説明をしていきたいと思います。東京都赤坂みんみん、テイクアウトで1000円で買えます。何個入りだろうこれ。20個ぐらい入ってるのかな。ね、結構入ってる。あ、これは胡椒餃子発祥の地。あ、だから胡椒だけ来てるってこと。そう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 。あ、酢がないようち家に。え？あなたがこの前使い切ったじゃん酢を。まあちょっとその辺のタレでいく。うんあ、本当はこれはね酢胡椒で食べるらしいよ。うんお酢で余分な餃子の脂が落とされさっぱりとダイレクトに餃子の旨味を味わっていただけますってことで。食べログ100名店。マツコの知らない世界ぴったんこカンカンアドマチヒルナンデス。あ、もういろんなテレビで紹介されてるんだ。うんなんか見たことあったもん。してたもんねあなたね。うん有吉さんか誰かがん確か言ってたんだよね。いやなんかその時に、うんその酢と胡椒だけで食べるんですって言って、うん。だからこのミンミンは行ったことなかったけど、ん家で餃子食べる時に酢と胡椒で食べたりしてた、この赤坂ミンミン伝統の味をご家庭で味わえる冷凍赤坂ミンミン餃子だうんうん。からもっちりした皮を薄くしてサイズも小さく食べやすくしました。なるほど。ただし具は肉々しく旨味が詰まった秘伝の味がそのままということなので、なるほどだからやっぱちょっと家庭用にサイズダウンはしてくれてると。なるほど。でもなんかその私の知り合いもこの餃子グランプリ開催の時のラジオ聞いてて、うん私も赤坂みんみんが一番美味しいと思うって言ってた。結構ファンがいっぱいいるみたい。あ、ちょっとずつお腹がいっぱいになってきました。まあ確かにちょっと前半の方が有利ではあるよね。そうだよね、そうだよね。あ、すごい匂いすごい美味しそう。いや餃子はねやっぱ深いね。深い。皮もなんか粉をさなんかいろいろ配合してもあるし、中のあんもあるし焼き方もあるしね。うわちょっと肉汁がすごい。本当だ本当だ本当だ。あちちち。わ、本当だ、すごい肉汁。肉汁匂いもすごい。ね、匂いすごい。うわ、美味しそう。わ、美味しそう、綺麗ですね。こちら赤坂みんみんの餃子です。見るからにジューシーだね。ね。あ、これはね、酢胡椒で食べたかったんですけど、うちに酢が切らしていますので。あ、ちょっと。まあまあまあ。いただきます。うわ肉汁が。うわ。どうですか。うまい。うまい。カリカリだよ。待って、味も濃い。今回ね結構餃子グランプリ応募した中で、東京のお店言ってくれる人結構多かったの。まあまあ下町でね、結構いろいろあるんだろうね。肉汁すごい。他人の肉汁見てびっくりしちゃった。あ、そっか、これさ羊肉って言ってなかった。なんか肉の味が違うって思ったの。うん確かに。ね、肉の味違うよね。確かに、ちょっとなんていうの
ジビエじゃないけそうど、そうそう、ちょっとジビエ感感じる。うん、なるほど。うまい。うまいね。うん。うまいな。ちょっとどうしよう。これ好きそうん。僕は日本における焼き餃子の元祖であるミンミン養石館、まあ、今は閉店してるらしいんだけど、そこで修行してのれん分けを許されたのが赤坂ミンミン。創業してから50年以上、経営としてその味を守っています。なんかね、今はねお母さんがやってるんだけど、旦那さんともともとやってたのかな、すごいね、なんか店構えもね味のある感じでね、美味しい、ちょっとなんか今お腹いっぱいになってきて、たところにこの羊肉だからまた味が違くって、さっぱりしてる。なんてそうだね、野生味も感じ、野生味ってわかる？あれ野種に富んだってやつ、野種に富んだ感じもワイルド味を感じるんだけど、でもなんかさっぱりしてんのちょっと、で胡椒がつけんのやっぱ確かに素でいったらもっとやばかったんだ、ね多分お店の店舗で食べるやつはもっともっちりしてる、だろうけど、一番肉々しいかも、今まで食べた中だと。今言おうとしたハンバーガーを食べてるようなジューシー感感じる。肉っていう感じがすごくする。肉美味しい美味しい。ちょっとすごい好きかもこれ。赤坂ミンミン。これはファンが多いのが納得できる。胡椒つけたらうまっ。皮もねパリもちなの。ちゃんと野菜も入ってるんだよこのあんの中には。でもすごい肉々しいの、ね、確かに不思議、肉々しいんだけど、パクパク食べれる。そう。なるほど。いやちょっと難しい。美味しかった、びっくり。これはねぜひね赤坂ミンミンに直接食べ行きたいかも。そうだね、お店のもちもちのやつも食べてみたいね。食べてみたい。お店の焼き方でさより美味しくなったりするじゃん、ね。はい、では次行きましょう。では次は餃子の宝永、北海道ですね。北海道、こうまたイメージないよね。ない。北海道で餃子で、この宝永餃子っていうのが、コメントで俺途中まで気づかずにね、買っちゃったんだけど、2店舗あるらしくて、今回買った餃子の宝永と、もう一個音更宝永っていうね、北海道の深い場所でやってるっぽいんだけど、別物なんだ。そう違ったっぽくて、で餃子の宝永の方を今回は注文してみました。じゃああれか、さっきの宇都宮みたいにミンミン派とまさし派ですみたいな。そうらしいね。どっちも同じ件数コメント来てたの。でも俺それに気づかなくて、合算して考えちゃってたから。なるほど。そのうちの1個のこちら餃子の宝永で焼いていきましょう。北海道に餃子ってイメージが本当に1ミリもなかったんだけど、私北海道は餃子もちょっと北海道海鮮も美味しいしってちょっと美味しいものありすぎじゃない？今までにない形ですね。丸いおまんじゅうみたいな丸さ、ミニ肉まんみたいなね。凍ったままフライパンに並びます。餃子が隠れるくらいまで水を入れて蓋をします。煮立ってから 4,5 分で水を捨てます。餃子の宝永北海道30個入り2100円。北海道産の素材を中心に国産素材を使用し製造しており、最大の特徴は皮とその味にあります。宝永の餃子は豚肉の他に鶏肉もミンチし使用しており、このことによりつなぎの役割を果たすこととなって食感が良くなることはもちろん、豚肉だけよりもお肉と野菜のうまみのバランスが引き出されております。そこに創業以来変わることのない味付けを施し、あんが完成します。そのあんを包む皮はもちもちで、宝永の餃子をもちもち餃子という方がいるくらい弾ける食感をお楽しみいただきます。弾ける食感、もうこの皮にめちゃめちゃこだわってるね。もちもち感を出すために良質な小麦と水、人の知恵と経験が全て集約されているため宝永の餃子でしか味わえない特別な皮を使っています。この皮なしでは宝永の餃子は生まれませんでしたやっぱ大阪の点々はパリパリを歌ってたけど、今回はもちもちを。だってもう焼き方も餃子が埋まるぐらい水を入れてくださいってね、もう一回湯がくみたいなイメージだね。そうそう。これも、食堂を営む店主のおかみさんが店で出していたラーメンにサービスでつけていた餃子が次第に口コミとなり、餃子の商品化、そして餃子の専門店餃子の宝永へと変化を遂げました。もう一個の音更宝永、もう人気っぽいね。こっちももちもちの皮に
たっぷりの肉あんの肉汁と野菜がじゅわっと口の中で広がる。北海道民はもちもちが好きなんだ。視聴者さんからのおすすめポイントは、1個が大きく皮がもちもちしてとにかく種が美味しくて大満足します。一つでご飯いっぱいいけるぐらいの満足感ぎっしり詰まってる餃子です。スタンダードも美味しいですがチーズ味が好きです。チーズ味もあるんだ。これはね、包みは機械で行わず手作業で行っているらしい。私の母は最後の晩餐にビールとこの餃子を食べたいそうです。ということいいですね。いいですね。確かにこれは1個で2個分ぐらいあるね。いやすごいちょっと、こちらが餃子の方へですね。はい、見てください、このフォルム。今までのものと明らかに違うね。ね、明らかに違う。いただきます。うまい。いや、野菜のカッティングを工夫してるって書いてある。やばい、あんがめちゃめちゃうまい。嘘。1個目の丸皮、身を感じる。ちょっとうまい。食べて。明らかに何かが違う。やっぱカッティング、野菜のカッティングって超大事なんだわ。なるほど。うまい。なるほど。くそー、そういうことか。やばいこれ。うまい。うまいね。こんなお腹いっぱいなのにちょっと感動した。もう一回。調和が取れすぎている。さっきのミンミンは、まあ、包み方の問題もあると思うけど、肉汁を閉じ込めるっていう、ちょっと逃がしながら、油を落としながら最後もお酢でさっぱり食べるって感じだけど、これはなんか肉と野菜のうまみを多分ギュッてもうわかるわかる。一滴も逃さないぞっていうなんか執念を感じる。だから口の中に入れた時の広がり方っていうか、カッティングによってその広がり方がすごい絶妙にうわーって感じを。大きすぎず小さすぎず、なんなら野菜によっても変えてるんだろうな。ムムム。やばい、ちょっとうまい。これ美味しいね。甘い。そうなの。キャベツが。キャベツの甘み？甘いね、本当に。確かに鶏肉が入ってるからかな。なんか鶏肉入ってるって言ったね、さっきね。あんがしっとりしてる。ムムムですね、これは。いやすごいわ。なんか私なんか大体もうさ、ここまで来たら自分の中でさ、もう分かる、ついてたよねちょっと、突然さ全部崩された、ブワーってで、1個の満足感すごいよ、ボリュームっていうか。すごい美味しいんだけど、ちょっと小籠包食べてるそうだね、気持ちにも感じないね。美味しかったです。ありがとう素晴ございます。らしい、美味しかった。北海道やっぱりすごいんだわ。すごいね。何でも北海道が持ってくるね。何でも北海道と金沢が持ってっちゃう。さあ、もう続いて、まあ、一応今回のコメント欄では、もうダントツで、正直この餃子グランプリが2週遅れたのもこの丸岡さんの登場ですね。宮崎県餃子の丸岡。それでは準備しましょう。はい、ではさて最後、こちら餃子の丸岡です。はい、なんかタレがねいっぱいついてて、こっちがレギュラーで、これがオプションで、オプション、日向夏の餃子のタレですね。2週間待ちましたよ。はい、人気すぎてってことだよね。でこれがねちょっとね、冷凍じゃないんですよ。生餃子です。でも冷凍売ってないんだ。冷凍は売ってないし、前回のさ、羊羹グランプリの時も、やっぱ取り寄せじゃなくても、東京のアンテナショップに取り扱ってたりするから、俺宮崎のアンテナショップ電話したもん。餃子の丸岡さんの取り扱いってありますかって言ったら、いや丸岡さんは自社でしか売ってないんですよって。てかもうあなたもアンテナショップにどんどん詳しくなってきちゃうね。じゃあうわすごっ。これがもうコメントナンバーワン。もう私たちも結構お腹いっぱいになってるからね、感動できるか分かりませんよ。もういや、なんならちょっと俺うがった見方してるからね。それを鳴らしてきたらやばい。では焼いてる間にこちら餃子の丸岡さんの商品について。こちら素材が生きたシャキシャキの食感と癖になると言われる奥行きのある味わいが特徴。豚肉、キャベツ、ニンニク、ネギはすべて国産です。もうコメントの量が半端なくいっぱいあって、視聴者の方からいただいたコメントは、
私の実家ではいつも九州の丸岡餃子を取り寄せて食べてます。軽いので無限に食べられます。6年くらいこの餃子以外食べていません。一口食べればまさにこれぞ餃子と思わせてくれる王道ど真ん中の味。キャベツの甘みと豚肉のジューシーさが絶妙なバランスで、しかも脂っこくないから何個でもパクパクいけちゃいます。福岡出身の私、実家では長年母の手作り餃子は鉄鍋餃子が定番でしたが、ある日突然父がどこからか丸岡の餃子を手に入れてきたのです。それを食べた瞬間、家族全員が何これうまっとびっくり。母もあっさりもうこれでよくないと宣言。それから我が家は完全に丸岡林氏と母の餃子、そこから一度も見てません。面白い。そん10年以上お取り寄せしてるくらい大好きです。なにね、ニンニクたっぷり系で本当に美味しいです。関西に住んでますがいつもお取り寄せしていまいやす。本当だ。やっぱ一緒に売ってる日向夏のタレもさっぱりしていて好きって言ってる人もいるね。もう実家で出る餃子は丸岡オンリーです。丸岡は一切スーパーなどに卸さず自店舗販売を貫いていらっしゃいますと。野菜がたっぷりでニンニクの旨味にも頼ってないのに、なんでこんなにジューシーで深い味が出るのか本当に不思議ですってこと。いやこれさコメントいっぱいあるやん、うんでねこれ自社サイトにはんこの文言しか書いてないの。うわね自社サイトにはさっき私が説明したこの2行ぐらいしかないってこと。そうさっきのこだわりポイントとかは一切書いてないの。素材が生きたシャキシャキな食感と癖になると言われる奥行きある味わいが特徴。豚肉キャベツニンニクネギは全て国内産でしか書いてないの。怖いもう食べてみんしゃいってことですね。はあ楽しみ。どうぞ。おお、皮が薄くない？ね、まだ粉が残ってる。ちょっと粉残ってるのはご愛嬌ということで、完璧に落とした方が美味しいって書いてあったわ。いやもうお腹いっぱいですよ私も。わすごい綺麗。こちらが噂の丸岡の餃子ですね。皮はめちゃめちゃ薄いね、いやめっちゃ薄い。中のあんが見えちゃってるぐらい。わこのなんか羽っぽい感じが美味しそうだね。これもね50個入り1550円。こっちが日向ナッツでこっちが普通のです、ではじゃあ最後いただきたいと思います。ハードルはめちゃめちゃ上がってるからねこれ、はい、うまい。うまい。うまい。何これ。うまい。いやうまい。どうしよう。何これすごい。もう皮はただこのあんをとどめておくだけのものに過ぎないぐらいで、もうカリって言った瞬間もういなくなっちゃって、もうとにかく野菜を食え中のあんこを食えみたいな、口の中で言われてる感じがする。このベールのように薄い皮は何？ね。天女みたい。いやーうまいですねこれは。これはお母さんやめるわ包むの。でもこのなんていうのカリカリ部分はカリッカリしててさ、美味しいね。粉がちゃんとついてるから、羽根付き餃子っぽくなるね。ちょっと日向夏タレでもつけて食べてみてますね。うまい。うまいです。うまい。はあ難しいこれは。美味しいこれ。このね、やっぱ天の弱的にはさ、ここには屈したくなかったよ俺は。わかるよ。いやーだってねもうトリプルスコアぐらいだったんだよここ。いやでも確かにこれを50個入り1550円で出されたら世のお母さんはもうこれでよくないって宣言するわ、これは、よくないね、これ広まったら、家庭の餃子が消える、始まりはお肉屋さんなんだって。だからうますぎる。いつものように卸先の中華料理屋さんに来たおかみさんはひらめきました。お肉屋さんが餃子を作ったらきっと美味しいと、すぐさま見よう見まねで餃子を作り始めました。たちまちご近所の間で美味しいと評判に。ちょっと待って、今では年間7000万個の餃子を作ってる。
ここに書いてある、多い時は1日50万個の餃子を作ってるって書いてある。ここに平成元年その年、黒猫大和のクール宅急便の全国ネットができました。丸岡の餃子の人気を聞きつけた営業マンが地方発送を進めてきました。それじゃあと地方発送を受け付けたところ、あっという間に全国で美味しいと評判になりました。てかこれね、丸岡の餃子のこのアレンジレシピの中に、フライパンに10個の生餃子を潰しながら炒め、ご飯、卵、ネギ、醤油と塩でチャーハン作るの絶対美味しい。これ絶対美味しい。ちょっとね、これで全部です。皆さん、はい、7種類の餃子食べ比べてみました。まあもうね、一言で言うとどれも美味しい、もうどれも今まで食べたことない餃子レベルの美味しさ。まあそもそもが選抜されてるからね、そうだから美味しい餃子の中の選抜選手だから、それは美味しいよね、私たちの好み的1位はやっぱ毎回こう決めていこうっていうことで、じゃあ大丈夫、シンキングタイムいる？はい、あーどうしよう。はい、決めました。決めた？いくよ。ちょっと待って、どうしよう。いや正直2択なんよ俺。わかる。じゃあ行きますか。あ、いける？いくよ。せーの。餃子の方へ。おお。待って私餃子の方へか丸川で。いや俺も丸川か方へ。いやぶっちゃけちょっと似てるんよね。そう似てんの。方へって北海道のやつだよね。そうでも私最後のこの、なんだっけ、丸岡、もうちょっとこの3つ。いやもう丸岡はもう参りましたって感じでもういいよ。俺はもう入れなかった、ここには。もう美味しいもんだってうちのグランプリじゃなくても確かにもうグランいいから、まあ認めますよ美味しいよそりゃ。丸岡めっちゃ美味しい、やっぱもう、俺の選定理由は、この丸川も、言うてね消費量1位の浜松のお隣じゃないですか、だからほとんど餃子のねメッカと言っても過言ではないよね。やっぱもう地場がしっかりしてる。そうだよ。って考えると丸岡もだってメッカだもんね。そう、考えると、北海道にっていう驚きで、ちょっと選ばせていただいたんですけど、いやもう私ちょっと譲れない丸川のこの衝撃が、いやもうなんかほんとびっくりしたんだよ。ちょっともうなんで一発目でこれを食べさせられたんだってね、ちょっと丸川もう一回食べないちょっと丸川最後一回食べさせて。いやそうだよね。ちょっとやっぱ、ここまで全部食べた後に、あの感動がやっぱ初手だったからっていう。そうめっちゃお腹空いてたからっていうなんかやっぱあったじゃん、そうだよな。丸川はタレもうまかったよな。タレもうまかったの。宝永はねタレがなかった。タレがついてなかったから自分のね手持ちポン酢だったんですよ。でもこの丸川はオリジナル配合のタレ、そしてこの唐辛子、これは結構特別感。そうよな。まあこれでわかる。ね、ちょっとね多分、今までのリアクション的には、この一番最初に食べた餃子の丸川が俺らの反応が、ダントツだった、ね、そう大きすぎるから、他がね、でもそれはやっぱ初手だったっていうのがどこまで俺らの中で関係してたかっていうのをちょっとこれ一旦確かめましょう。では丸川アゲイン。やっぱうまい本当にこれです。これですね。確かにやっぱタレ、もうタレの差やな。もう俺は強いて言うなら。いやこれ本当に美味しいんだよ。ということで最近同様ラジオ的餃子グランプリはじゃん、静岡県磐田市にある餃子の丸川さんです。いやもう美味しい。確かに強いて言えばこのタレまでの総合演出ちょっとすごいですよ。感動し衝撃レベル、もう一回お取り寄せしたい。また必ず食べたい。自分の好きな食べ物としてこの餃子の丸川が好きですって言ってもいいぐらいちょっと好きかも。いや美味しかった。美味しかったです。最高に楽しいグランプリだったわ。でもぜひ皆さんねこの丸川もそうだけどそれ以外のやつも
全部美味しいから、ぜひなんか気になった味のやつをお取り寄せしてほしいです。はあ、美味しかった。楽しかったね。楽しかったです。またちょっとまた時期明けて何かまたグランプリ開催しよう。はい。いや本当に皆さんこの餃子グランプリのためにコメントをたくさんいただいて本当にありがとうございました。皆さんのおかげでねこんなに美味しい餃子に出会えて本当に嬉しいです。本当ありがとうございます。ということで、今週のラジオは以上となります。はい。で引き続き最近同様ラジオでは皆さんからの質問、相談、そしてトークテーマ大募集中ですので、この動画のコメント欄にこうよとりネームをつけてぜひコメントお願いいたします。はい。それでは美味しかったね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということでこの動画が面白かったよって方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次のラジオでお会いしましょう。バイバーイ。